うわ、さすがに無茶だわ。青子は倒れたまま夜空を見上げている。体はもう指一本だって動かない。なんとか体を起こそうと力を入れてみたが、どこもかしこも悲鳴を上げている。マリクはすっからかんで魔術刻印も停止していた。体力の回復、もとい身体機能の完全回復には丸一日を要するだろう。情けない話だが、今は呼吸だけで精一杯。反面、胸はかつてない達成感に満ちていた。何しろあの童話の怪物のうち一体を真っ向から打ち壊したのだ。自分に有利な状況が続いただけとも言えるが、手も足も出なかった半年前に比べれば格段の進歩である。それはそれとして、アリスには謝っとかないと。プロイって壊したらそれっきりだものね。そう、フラットスナークはもう二度と現れない。ロンドンの教会に売り飛ばせば値のつかない超希少品。魔術世界の財産とまで言われている秘術を青子は跡形もなくぶっ壊してしまったのだ。なんというか、その場のノリと勢いで。まあ、でも。お互い納得づくの戦いだったから、アリスは文句一つ言わないだろう。内心では不満いっぱいと思われるが、あの少女はそういう自らの品格を落とす真似はしないのだ。安心からか気が緩み、積み重なった疲労がなだれ込む。失神じみた眠気を青子は理性で押しとどめた。体の中は細かい傷だらけだが、奇跡的に外傷はない。このまま10分も休んでいれば立ち上がることぐらいはできそうだ。夜空には未だ炎上する黄金の月。正体は油だものね。そりゃいつまでも燃え。漠然と空を見ていた目が愕然とした空白に切り替わる。彼女は指一本動かない状態で、そっか。スナークを見つけたベイカーも最後は一緒に消えるんだっけ。ああと最後の反撃で燃え尽きる10秒後の未来を受け入れた。一方、そのちょっと前、強風すさぶコースターの上で難しい顔のまま彼は地上に目を凝らしていた。むむ。こぼれたつぶやきはこの上なく頼りない。彼の視線の先、地上ではクリーチャーたちの目を盗んで地面に図形を刻んでいる青子の姿と、なんだあれ。いくらなんでも頑丈すぎないか。そのずっと向こう、倒壊したミラーハウスの方向に何か見覚えのあるものを見た気がした。宗次郎の役割、地上60メートルの高みから青子の髪を投げるという仕事は終わっている。派手さこそないが、かけねなしで命がけの難航だった。さらに付け加えるのなら、この後どうやって降りるのかを考えるだけでめまいがする。これ以上厄介事なんてとてもじゃないがうなずけない。いや、でもあれ。ぐらぐらと揺れる橋の上でわたわたと取り乱す。空には前触れもなく現れたドクロの目。地上にはぐるんぐるん回転している青い光と、その中心にいる青崎青子。そしてもう一つ、その位置にいる宗次郎にしか知り得ない人影が月に挑む青子へと迫っていた。
その影には下半身がない。上半身だけの体でずるずると青子に近づいている。距離的にあと200メートルほど。不運なことに青子の背後から這ってきているため、彼女はその影に気づけない。遠くて見えないけど、あれは間違いない。この遊園地において宗十郎ではなく青子を狙うのはあの人形だけなのだから。いや、でもほら、あるいはひょっとしてただの偶然ではないだろうか。幾重にも交錯し混乱する思考。それも無理からぬことだろう。膨張した月とビームを打ちまくっている少女という状況だけで宗十郎的には目を疑う状況なのだ。青子の容赦ない長距離マダムは嵐のようにコースターを揺さぶっていく。立っているだけで振り落とされ転落死しかねない。とにかくこの状況は想像にするは難しすぎる。ここからコースターの入り口まで戻って青子に注意を促しに行く。いや、間に合うはずもなし。駆け下りたところで入り口には大量の焼きたてパンがいる。そもそも青子は人形に気づいていて、近づいた途端一撃で倒す可能性もある。その場合自慢じゃないが足を引っ張る自信すらある宗十郎だから。何を選んでも役に立てそうにない状況。第一、危険なのは青子だけでなく宗十郎も窮地に立っている。行きはいい、帰りは怖い。帰り道に鬼が待っているのは都会であろうと山奥であろうと同じこと。この道は特に顕著だ。行きはもちろん帰り道も危険すぎる。人のことを心配する余裕はどこにもない。地上60メートルの死の淵にいることを忘れるなと宗十郎は震える足に言い聞かせる。大丈夫、それは分かっているけど。キリキリと頭が痛む。無謀であることも馬鹿げたことなのも分かっている。山奥育ちの彼は都会の誰よりも危険に関して敏感で、これからすることを考えるだけで緊張で喉が枯れきってしまう。が、そんな宗十郎でもはっきりと言えることは、青崎のことだ。あれに絶対気づいていない。半ば泣くような声を上げて宗十郎は高さ60メートルの鉄骨を駆け下り出した。下りか。死の道行きを加速する。加速つもりはなくとも下り坂である以上スピードは増していく。が後悔はもう遅い。走り出したのならもっと早く。何しろ本当に時間がない。今から全力で降りても間に合わない。ああ、でもそれよりコースターの出口にはブレッドマンたちで混雑中。となれば遅いも早いも結果は同じ。どの道出口が塞がっている。急げと必死になって一歩ごとに落ちかけている必要性とかなくない。だからそれがどうした。ごちゃついた反問を彼は人たちで切り払った。自分にできることは足元に意識を集中して1秒でも早く駆け下りるだけ。間違えるな。今大事なのは間に合うとか助けられるとか、そういう結果の話じゃなくて。ある衝動が縮まった手足を駆動させる。乾ききった喉を冷めきった心を宗十郎は思いつきだけで心の端っこに蹴り飛ばす。根が単純な人間の面目役
とにかく難しいことは終わってから考える。だが障害は縮こまる自分だけではない。こんな時に。レールに集中していなければ落ちる状況で最悪の邪魔者が出現する。一見今までの通り卵に違和感を覚える宗次郎。何かが変わっているんだ。その変化に気づいた瞬間、ってよそ見してる場合じゃない。踏み外しかけた足を本能で持ち直す。まだ落ちていないことが奇跡だった。コースターを駆け下りるのは自殺行為そのものだった。卵はぴったりと並走し、スキャールは体当たりでも落ちてきそうな能見さ。おまけにあまり直視したくないが、内部に作られた扉らしき飾りが少しずつ開こうとしているのも気になりすぎる。ああ、もう畜生、なんだってこんな。あまりにもどん詰まりな状況に悪態をつく。それでも足は緩めない。むしろ速度をより増して彼は並走する卵を睨みつける。本当おかしい。こんな状況なのになんで。自分は笑っているのだろうと宗次郎は不思議に思った。青子のおまじないとやらの効果なのかどうか宗次郎には判別できない。彼女の指の感触はまだ肌に残っている。向けられた信頼も期待もしっかりと胸に覚える。けれどその衝動はそれらとは違うものだ。この紅葉はもっと深層にある問題。今の彼にはわからない。いずれ向き合うことになる埋められるべき伽藍堂。よし、距離は今なら2メートル弱。地のレールを走りながら宗十郎は正確に距離を測る。何とも何とも言うまでもなく、この状況でたった一つ死の結末を飛び越える大一番とも。乱れる呼吸に合わせて行くぞ行くぞと葉っぱをかける。本当にありえない。自分は馬鹿げたことをしようとしている。でもそうしなければ間に合わないと気づいたのだからしょうがない。本当なんでそこまでやるんだ。今更ながら自問自答を彼は鼻で笑った。一時的な混乱、極限状態における精神の高揚が彼の心を裸にする。大事なものは何なのか。そんなものをシンプルな彼には考えるまでもない。成功も報酬も原始の心には美味しそうには映らない。彼はただ、よし、これはただそうありたいと望んだだけの話。周りから強制された義務ではなく、ただ単純にそういう風に生きたいと信じた愚直な自己の欲望そのもので。行こ卵に発生機能があったのならそう驚いたに違いない。逃げるだけだった少年は自分から大きく足を踏み外したのだ。足は内ではなく外に向かって、レールの端で勢いを殺さないようにわずかに膝を曲げ浮遊する卵を凝視し、う。やれる。距離的に問題はない。夜をかける。わずか 1.5 秒の夜間飛行。地上30メートルでの紐なし縄なしバンジージャンプ。その落下先は唯一の足場となる空飛ぶ巨大な卵だった。うひゃ悲鳴のような歓声のような声を上げながら宗十郎は必死に卵の正面にしがみつく。ほんの少しの恐怖心がなければビルの上も平均台も変わらないと血も涙もない魔女は言った。その魔女とてこの光景を見たら言葉を失っただろう。いくら恐怖心がないと言っても無茶と無謀は別のものだ。
天津さえこの後の行為に至っては後日本気で頭にきたほどである。頼むぞ卵。卵にしがみついたまま卵から視線を切る。急速な落下感覚。宗十郎は薄めで風景を確認しながら残り1メートル付近で視線を戻し、卵を下に収めながら取り出した。いや、誠に信じがたい話ではあるが、彼にとってはデパートのエレベーターも不思議動力で浮遊する卵もそう大差のない移動道具に見えたのである。よし、割れてない。食べ物を粗末にするのは良くないと思う。着地したのは小広場の近く。命を投げたショートカットはこれ以上ない形で実を結んだ。宗十郎は着地しながら止まることなく走り出す。彼の脳裏にあるのは青子に迫る人形の姿だけ。なので空から降ってくる月の光も利用された怒りに燃え自ら破裂し、破片をまき散らさんともする卵も視界に映らない。青崎。なぬ。目を疑う青子の表情が最後の一足に力を入れる。呪いが展開する。もはや逃がさぬと中身のない卵は歌い、カオスに打ち上がる卵の破片。ダンプキンに刻まれた女王アリスを称える歌は急速に五感を奪っている。それはそれとして。途切れていく感覚に喝を入れて宗十郎は横たわる青子に走り寄る。足は止まらない。そもそも感覚がないので自らの意志で止めることさえできず。お前驚くほどしつこいぞ。スクランブルのマーダーケース。三者三様の残骸が閃光弾となって地上に咲く。敗者たちがこぞって潰し合った最終幕。クオンジアリスが見ていたら頭を抱えそうな結末から2人は間一髪で弾き出された。この世にも稀な潰し合いを冷静に把握できたのは助けられた少女だけ。走り続けた少年は背後の結末にあまり関心もなく、死ぬかと思った。自分のしでかした奇跡より抱きかかえた少女の無事を確かめて安堵の息を漏らしていた。かくして夜明けを待たず月は落ちた。おとぎの国のテクスチャが溶けていく。道に響いていた華やかなコードも、来客を歓迎するパペットたちの姿も、すべて幻となって本来の形に戻っていく。ひそやかに、静やかに。もう二度と目覚めることのない忘却の国に沈んでいく。
一夜の夢の名残日。遊園地を照らす数多のライトも一つずつ消えていく。その光景を二人は眺めていた。宗十郎は地面に倒れ込んで必死に酸素を取り込んでいる。爆弾卵の呪いで痛覚は麻痺し、積み重なった疲労は相当なものだろう。けば消えそうとはこのことだ。一方、青子も疲れ切ってはいたが、宗十郎ほど息の乱れはない。今は深呼吸を繰り返し、体力の回復に努めている。あのさ、青子は視線を遊園地に向けたまま、関心のない素振りで宗十郎に声をかけた。やや芝居がかった唐突さ。本当は面と向かって話しかけたいのを意地でこらえているのが見え見えである。あなた、なんかすごいことしなかった？彼女が死を受け入れた永遠とも言える一瞬。月の破片に貫かれる自分を冷静に、自分でもどうかと思うほど客観的に見ていた時、力ずく呼びかける声が彼女を現実に引き戻した。いかなる理由で何を考えてどんな無茶をして彼は自分を助けたのか。倒れていた青子にはそのあたりの経緯が全くわからない。確かなことは最後の最後で最高のフォローをしてもらったということだけ。それが知りたくて声をかけたが、それ以上のことは言葉にできない。言葉にしたら負けな気がして、こんな風にらしくない態度で声をかけたのだ。そやな。言葉にできないことっていうのを嫌う青子が、もう言葉にしたら負けっていう状況にまでなるっていうのが、この一連の流れの萌えポイントだよね。もちろん幸い、話しかけられた彼には、そんな彼女をいじらしさに気づく余裕も情緒もあまりしなかったのだが。すごいって、それは青崎の方だろ。宗十郎は胸を弾ませながら答える。今は肺に酸素を送るのに手一杯で、青子に顔を向ける余裕もない。そんな様子を少女は横目で観察する。振り返れば少年の役割はどれも同じだった。鏡の城でも童話の遊園地でも、彼は自分の無力さを笑わず、自分にできることと向き合い続けた。相手を打ち負かしたのはいいものの、勢い余って転びかけた愚か者とは大間違いだ。だから今の無謀だって彼にすればそう特別なことではなく。提案。あいつをやっつけるのに協力したら、俺のことは見逃してくれる？せめて自分にできることから彼は目を背けない彼にとってのできる限りの勇気だった。観客から見ればただの脇役。目の覚めるような活躍だなんてとても言えない。けれど転ばないように手を引っ張られた少女にすれば話は別で。まあね、認めたくないし、口になってもっとしたくないけど。少年の奮起は脇役扱いされるものではなく、本当にすごいことをしたのはこいつだよなんて周りに言い聞かせたいほどの奮戦だったのだ。青崎？ほんと、人畜無害のどうすぎると侮れないわ。はあ、と青子は自分自身にため息をつく。けれど仕方がない。たった今窮地から救ってくれた姿はほんのちょっとだけかっこよかったし。評価甘めだけど。正直こんなのにわざわざ手を下すなんてバカらしいにも程がある。
吸を整え、少女はスッと体を起こした。実際のところまだ厳しいが、彼女にも魔術師としての誇りがある。なので宣言するときは威厳がなくてはいけないのだ。しずきくん、見逃すのは今日だけって話だったけど、あれなしでいいわ。とりあえず命は助けてあげるから。仕方なさげに差し出される右手。握手とも座り込んだ宗十郎を立ち上がらせるためのものとも取れる。一方、差し出された手を取らず、宗十郎は自分の足で立ち上がった。この夜、散々な目に遭わされながらも、結局一度も見せなかった心から意外そうな顔をして。何よそのリアクションは。何かとんでもなく恥ずかしいことをした気になって言いよどむ青子。そんな彼を宗十郎はまじまじと見つめている。問題は、じろじろと見つめられれば不快になるはずなのに嫌悪感が全くないこと。むしろ容認しちゃってもいいかもしれないなどと青子をして思わせるほど温かみのある視線で。いや、そんなお友達感覚の話じゃなくてだな。そういう好き嫌いじゃなくて、その字は本気でお前に。そこで、よせばいいのに忘れていたセリフを思い出した。いかん、それは違う。富丸のセリフを心の中で思いっきり否定して、青子は宗十郎に向き直る。それとこれは別だから。私はあんたのこととかほんとどうでもいいんだから。はいと首をかしげる宗十郎。さっき嫌いだって言われたけど。唐突な青子の発言に疑問こそあれ文句はなく、彼は淡々と言葉を返す。確かに面と向かって言った。けれどあれは言葉のあやで本気に取られると困ってしまうし、何よりそれより今はそんなことを論じている場面ではなく。そうじゃなくて、あなたが私に惚れてても期待しないでって言ってるの。つまり彼女はそういうことを論じたいらしい。柄にもないことを怒鳴って青子はかすかに赤面する。なんでこんなことを口にする羽目になったんだろうと悩みながら。それでもとにかく言いたいこと、言うべきことは言ったのだ。これは礼儀として相手の返答を待つだけである。あなたとは付き合えない。なんてハートブレイクな言葉を受けて、純朴な少年はこの世の終わりのようにがっくりと肩を落とし、手はいなかった。それどころか何やら真剣に考え込んでいる。俺が青崎に惚れてるって？呪文のようにつぶやく宗十郎。そうよと突っ返す青子。深く返事を待つ青子がどぎまぎするぐらい深く考え込んだ末、少年は少女を見つめ返してすっぱりと言った。なんで？冗談じゃない。彼は本気で言っている。つまり好きではあるけど好きなだけ。全部副会長の早とちり、色恋沙汰とか男女のロマンとか、初めっから頭になし。まだ悩んでいる宗十郎の仕草が余計恥ずかしい。青子は顔どころか全身熱くなる衝動に襲われて、もう一度聞くけど、なんで？そりゃこっちが聞きたいわよ。初めてグーを使った。飛び丸の大バカ野郎。このようにもはや釈明のしようもないあるまじき暴挙に出たのだった。
なんという現場封鎖、証拠隠滅。恥ずかしさで頬が溶けるようなパニックと飛び丸への恨みが彼女を突発的な犯行に走らせた。飛ぶ鳥すら落とす正拳突き、もとい。ややこう書いたので、ストレートではなくフックと言うべきか。あ。会心の手応えに目を点にする青子。無防備だった彼と劇場に乗り出した自分。腰の入った一撃は見事なまでに彼の意識を刈り取った。キューと声を漏らして倒れ込む宗十郎。受けたばかりの紙片の呪いと今の一撃がとどめになったらしい。眠るようにと表現するにはやや苦しい。苦悶に歪んだ寝顔だが、これは気絶ではなく眠ったのだと青子は強引に解釈することにした。いっか。予定通りになったものね。とノックダウンした宗十郎を見て、青子は肩の力を抜いた。いろいろ邪魔が入ったけど、とりあえずこれで一件落着だ。虚勢を張る相手もいなくなると、どっと疲れがやってくる。歩いて帰れるかな、私。つい弱音をこぼすほどの疲労だった。考えてみれば魔力を使い切ったのも初めてだし、何の前準備もなしでこれだけの戦いをこなしたのも初めてだ。いや、そもそも私一人じゃどっちも相打ちだったっけ。つぶやいた声はどこか誇らしげだった。本来なら自戒すべきことなのに、苦笑いしている自分にやれやれと肩をすくめる。それもこれも今傍らで眠っている誰かさんのおかげだろう。ね、聞こえてないわよね。夜風よりも小さい呼びかけに反応はない。それに安心してもっと小さい声で彼女は続ける。ありがとう。十分に助けてもらったわ。もちろん返事はないし、期待もしていない。単に言っておきたかっただけだ。少女はしばしうなされ眠る少年を眺めた後、よしと気持ちを入れ替えてポケットに手を伸ばした。同居人にもらった手のひらに収まりそうなガラスの瓶を取り出してポンと開封する。でもそれとこれとは別だから。冬の夜風よりクールな一言を残して彼女は彼の名前を呼びかけた。返事もないのに瓶はコトリと反応する。横になっている少年の姿がぐにゃりと歪んだと思うと、瓶の重さが少しだけした気がした。どうなってんだろうこれ。曇ったガラス越しには確かに人影のような形が見える。クオン・ジャリスの道具は魔術師たちですら頭を悩ます神秘の具現だ。理屈やらついつまを合わせようとする時点で青子には手の届かない魔術である。そこに納得して瓶の蓋を閉めると、少年の姿は手品のように描き消えた。まったく、こんなの手品じゃなくて魔法だって。一人つぶやいて青子は魔法の瓶を覗き込む。瓶の重さはさして変わらないし、どんな仕組みかも青子にはわからない。けれど確かに人間一人が閉じ込められている。その軽さは幻のようで、いまいち実感が湧かなかった。人の重さというより風の重さだ。夏の風を手探りでかき集めてこの瓶に詰め込んだのなら、ちょうどこれぐらいの重さになるだろう。だから彼女にとって宗十郎はそんなイメージなのだ。アリスの言う通り。そんなことを考えてしまった自分を振り返ってぼんやりと彼女はつぶやく。ほんと私らしくない。いつもの不機嫌さではなく微笑むように苦笑する。世の中は広いのだし、一人ぐらいはペースを乱す相手がいるのも張り合いがあっていい。
負傷しながら一回だけコツンと小さな魔法の瓶を指で弾くと、彼女は静かに歩き出した。遠く終焉のベルが鳴る。世はすべてこともなく、歌方の夢も元通り。役者の去った遊園地は静かに明かりを消していく。こうしてとうに寿命を迎えていた遊園地は少年と少女の思い出の地になってその役割を終えたのだった。はい。ということで、魔法使いの夜、ここがね、ここまでが、その配信の許諾を得ている部分なので、あとはね、なんだろう、製品版をご自身で買っていただいてっていうことになるわけですわ。はい。とりあえずね、これがね、結構ね、クライマックス的な部分があったと思うけど、こんなんは全然序章の序章だからね。まあ、この後瓶に入れられた宗十郎はどうなるのかしらとか、ね、その他吸ったもんだ。他にもね、いろんな人の出会いとか、ね、例のパチンコ屋のね、あの人だったりとか、ね、その他もろもろ、いろんなね、喜怒哀楽っていうのがいっぱいありまして、それを楽しむ、ね、楽しんでいただくっていう感じになると思います。はい。まあね、なんか面白かったね。いや、本当に、久しぶりにやったからさ、なんかワクワクするね。まあ、俺はこの配信外でね、てか、動画外でね、最後までプレイするけどさ。はい。そんな感じで、また別の作品も、やっておりますんで、そっちの方も見ていただけたらなと思います。はい。以上、お疲れさんでした。